はい、どうも金子でございます。ということで、今日なんですけども、皆さんコストコってご存知ですか？コストコっていうのは、アメリカ生まれの倉庫型のショッピングセンターなんですよ。で、完璧会員制です。で、年会費で4000から、プレミア会員だと1万円ぐらいのお金を年間納めて、会員になって入れるっていうお店なんですね。で、そのコストコに僕最近ハマってまして、セカンドチャンネルでちょこちょこ動画には出してたんですけど、メインチャンネルでもちょっとコストコの動画出そうかなと思って動画撮っております。コストコね、海鮮が結構たくさん売ってるんですよ。で、今日、コストコの海鮮たくさん買ってきました。今日っていうかちょっとね、2日前に買ってきたやつなんで、少し、鮮度感は落ちちゃってるんですけど、ちょっといろいろ訳あって、ちょっと時間になってしまいました。なんでコストコで買ってきたもの紹介ですね。やっていきたいと思います。まず一つ目、こちら。じゃん。もうコストコといったらこれですよね。ノルウェー産のアトランティックサーモンのフィレ。尻尾の方はこう切ってあるのかな？折り曲げてある感じではないですね。こう切ってありますね。多分この尻尾の方は切り落として別のこのサーモンポキとかそういう既製品のすぐに食べられるような味付けされてるようなものがありましたんで、そこに使われてるんじゃないのかなって僕は思います。で、この美味しいところだけこのフィレで売ってるって感じですね。だからすごくお買い得だと思いますよ。100g あたり578円ですからね。これで6190円。安すぎる。これはマジで安い。有名ですよね。しかもこれ解凍物じゃないんですよ。生サーモンなんですよ。サーモンってやっぱ生がめちゃくちゃうまいんで、これはいいですね。で、2個目。こちら。アルゼンチン赤エビですね。ちょっと、今日の今日に買ったやつじゃないんで、少し頭が黒くなっちゃってますけど、これはちょっとしゃあないですね。エビは頭から黒くなっちゃいます。身は全然鮮度バッチリなんでね。こちらも20匹ぐらい入って1821円。しかも税込みですからね。これは安い。それとこちらですね。じゃん。今ね、これ高いですから。蒸しダコですね。産地がモーリタニアですね。1杯、なんと2738円。100g あたり338円か。これは正直普通。次こちら。こんなのも売ってるんですね。1個だけありました。アワビですね。韓国産のアワビ。養殖のやつですね。5個入って2858円。これは高いですね。これ安いところだと1個300円ぐらいで売ってますんで、割高ですね。これ案件でも何でもないんで、もうズバズバいきます。次これホタテですね。これ冷凍のホタテ。これがもうかなりたくさん入って1938円。100g あたり399円。これね、安いです。しかもセカちゃんで僕食べたんですけど、うまいんですよね、普通に。それは生のやつの方がうまいんですけど、冷凍のホタテとしてはね、すごく美味しいものでした。これは買いです。で、次がこちらですね。これ、僕の大好物。サバのみりん干しですね。これが10枚入って1998円。なので1枚あたり190円ですね。安いんじゃないですかって思うけど、普通か。200円か、1枚。ちょっと高い。すごく気になります、これ。これ味が良かったら安いと思います。これ原料がノルウェーのサバなので、うまいのは間違いないですね。で、次こちら。これ珍しいですね。パンガシウス。これイオンとかも一生懸命売ってますよね。これこういう状態になってるんで、なんかわかんないですけど、これはナマズです。要するに。淡水魚ですね。これ癖がなくてね、とても美味しい魚です。ちょっと名前がね、パンガシウスって何それって思うかもしれないですけど、すごく美味しいお魚です。これ食べてみたいなと。僕久しぶりだな、これ食べるの。まだまだあります。もう今日ね、6万円分ぐらい買ってきましたんで、次こちら。これはね、僕安いかなと思っちゃいました。じゃん。天然の紅鮭ですね。なんだろうこれ、1匹分入ってんのこれ。1匹分だと思うんですよね。これが3726円。100g あたり198円。いやでもグラム19%か。普通ですね。たくさんゴンって入ってると安く感じちゃうけど、これ冷静にグラムとか見ると普通かも。コストコマジックにかかってたかもしれんな。次こちら。イクラの醤油漬けですね。これが 100g あたり988円。これ3903円ですね。普通ですね、これは。美味しかったらありですね。もうイクラの醤油漬けはめちゃくちゃ奥が深い。味がメーカーによって全然違いますんで、これは楽しみですね。で、次こちら。これが一番気になってる。生牡蠣。生食用。日付。今日まで。今日までっていうのは完全僕の落ち度ですけど。500g で、ちょっと値段貼ってないな。ちょっと値段忘れちゃいましたけど。お次が冷凍いきます。タラバガニですね。これタラバなのかな？ボイルゴールデンキングクラブ。ゴールデンキングだから、これは多分、タラバじゃないかも。油ガニかな？これもね、お値打ちな値段でしたね。生食用となってます。ボイル済みなんで、このまま食べれるよってことですね。次がこちら。じゃん。ズワイガニですね。これがね、ズワイガニなんですけど、これバルダイです。めちゃくちゃ美味しいですから、大ズワイガニって言っても。足が7本入って、足の付け根とか爪もちゃんと入って、裏には銅の実がたくさん入ってます。これはね、いいと思います。
カニ鍋するよっていう時とか、これ1個あれば、そうだな、家族で4、5人前はいけるんじゃないかな。めちゃくちゃいい出汁出ると思います。これは美味しいと思いますよ。次こちら。これがね、すげえと思いましたよ。ズワイガニの爪肉。カナダ産ですね。1キロ入って、この値段。すごいですよね。しかも生食用なんでこのまま食べられますよ。これは茹でてありますね。ボイル済みです。なのでこれ解凍すればもうすぐ食べられますね。今日買ってきたものはこんな感じ。あとはザクロ。これはもう動画外で普通で買ってきました。あとはパイナップルとか、これすごいいいパイナップルで、あとはブルーベリー、ラズベリー、ブラックベリー。このね、コストコってブラックベリーの生が売ってるんですよ。これ感動して、めちゃくちゃうまいんですよ、このブラックベリーっていうベリーは。めっちゃうまい。ベリーなのにグレープフルーツみたいな味がするんですよね。鼻から抜ける香りはこう日本でいうクワの実、そういったものに近い香りがありますね。これは体にいいですね。こんな感じのラインナップです。そしたら今日はこちらを使ってお刺身でいけるものはお刺身で、あとはそうですね、鍋にしましょうか。お刺身と鍋とで、この塩鮭とみりん干しは焼きでいきましょう。そんなラインナップでいきたいと思います。よし、じゃあまず調理するものはですね、赤エビ、アルゼンチン赤エビ、これは剥きましょう。アワビ、これは洗いましょう。もうそんなもんですよね。さばくのはこの2つぐらいですかね。やっていきましょう。その前にカニだけ解凍しますか。でこれ全部解凍するともうさすがに食べきれないので、食べる分だけ解凍します。カニ爪、このカニ爪もちゃんとこうやって切れ込みが入ってますね。すごく親切。これね、匂いもめちゃくちゃいい匂いする。濃い匂い。カナダ産ですからね、多分美味しいと思います。メーカーにもよりますけど、ロシアかカナダだったらカナダ産の方が美味しいメーカーが多い気がする。これはあくまでも僕の感想ですけど、やっぱ冷凍してる回数が違うんだと思いますよ。これズワイガニ、こんな感じですね。これやっぱりね、ちゃんと入ってますね。しっかりこういう氷の膜、グリスもついてますね。氷の膜は何のためついてるかというと、このカニとかエビとかってそのまま冷凍庫にずっと入れとくと、どんどん身の水分が冷凍庫で蒸発していってしまうんですよ。で冷凍焼けしてカスカスになってしまうんです。だからそれを防止するためにこの氷の膜でカニの身をバリアしてるんですね。なんでこの膜、この氷の膜は決してカニの美味しい出汁とかは出ませんので、お鍋とかにして使う場合も必ずこの氷の膜取ってください。癖です。でカニはね、鍋にしっかり入れたいので、この胴のみ、ここがカニ鍋にするときにすごくいい出汁が出ます。これはね、たくさん入れれば入れるだけ美味しい。全部使うのもったいないんでちょっと残しておきます。でも冷凍のカニとかエビとかはいくら冷凍だからといって家の冷凍庫に入れっぱなしだとどんどん鮮度落ちてきます。業務用のマイナス60度とかだったら1年ぐらいは品質落ちないかもしれないんですけど、家庭用の冷凍庫はね、温度が低いです。なんでいくら冷凍しといても2ヶ月3ヶ月ぐらいでは食べた方がいいと思います。タラバですね。多分油ガニ、油ですね。これはこれはでもあんまりだな。大足が2本と胴のみがここちょこちょこ入って、これ半分も入ってないな。太い足が2つ、胴のみがこんだけですね。これで多分確かいくら6000円ぐらいだった気がするんですけど、でも今高いからね、こんなもんか。でもしっかりと食べやすく綺麗に処理はしてありますね。これ5000円台だったらめっちゃ安いってなりましたね。はい、カニはこんだけ溶かしておきます。はい、じゃあこちら処理していきます。アワビは今日はお鍋にも入れたいんですよね。一つ刺身にしてあとは鍋にしましょう。このアワビ5個で2800円は高いわ。僕らの方の地域の魚屋さん行けば300円500円でこれ売ってますんでね。一番生きの良さそうなやつ、これ一番生きがいいですね。これまだ生きてます。鮮度はね良かったです。さすがに綺麗に洗っていきます。このアワビはですね、こう裏めくってこう青銅色なんかこっち緑ですよね。こういうのは養殖物ですね。天然物は黒っぽくていろんな海藻とかが生えてます。だいたい国内で出回ってる養殖物、体感ですけど9割ぐらいかな、韓国産ですね。日本国内で養殖してるアワビもあるんで、この緑色のものイコール韓国産ってわけではないんですけど、ほとんどこの殻が緑っぽいものは韓国産のアワビっていう風に思ってもらっていいです。でもね、韓国産のアワビでも美味しいです。これすごく美味しい。ちょっとした豆知識で覚えておいてください。天然物はこういう色してないんですよね。そしたら今日は鍋は殻ごと入れますんで、殻もきれいに洗っていきます。よし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 。でも養殖物うまいんですけど、やっぱり天然物の方がうまいです。
それは値段も違うんですけどね。香りと肉質が全然違います。はい、アワビがきれいに洗いました。じゃあ、アルゼンチン赤エビですね。この赤エビはね、すごく安いと思いますよ。これで1800円は安い。しかも税込みですからね。この値段ではね、なかなか売ってないですよ。コストコさすがだなと思います。じゃあ、まず頭を全部落とします。赤エビね、これ新鮮だと味噌も美味しいんでね、買ってきたその日に味噌は食べてください。で、これ本当はね、冷凍の状態で売ってくれてあると一番いいんですけどね。このぐらいの箱に入り組んで冷凍されてるんですよ。で、それを解凍して並べてると思うんですよね。冷凍の状態で売ってあるのが一番最高なんですよ。家で好きな時解凍できるんで。でもそれだと、やっぱりインパクトがないじゃないですか。やっぱり溶かしてずらっと並べた方が、やっぱりインパクトがあるんで、こういう溶かして販売してるんだと思いますけど、はい、こんな感じ。これもね、お味噌汁とかにしたらすごく美味しいです。今日はカニがあるんで、このエビの頭は出汁とかには使いません。で、この赤エビ、剥くとき注意点なんですけど、素手で剥くとこう赤い色素がめっちゃつきます。ちょっと分かりやすいように、この白い手袋をつけて剥いてみますね。びっくりしますよ。赤エビ剥くときはもう絶対手袋した方がいいと思います。こういう風に普通に剥いていきます。もう1匹剥いただけで、ほら、ちょっと赤いですよね。何匹も剥いていくと、すごく赤いのがね、ついてくるんですよ。すごく剥きやすいです。僕、エビのね、殻剥くのめちゃくちゃ早いんですよ。ここ外して、くるっと。ここですね。ここから手入れて、関節を1、2、3、4。剥きたい関節をこうやって取ります。片方外しましたら、親指でこう中に入れてくるっと。これを早くやると、こんな感じです。今度は1パックなんて3分ぐらいあれば簡単に剥けちゃいます。さすがに7年も海鮮系 YouTube やってると早くなります。もともとエビ好きなんで剥くの早いんですけど、でも世の中には上がおるんだろうな。もっと早い人もいっぱいおると思いますけどね。バトルしてみたいな。はい、剥き終わりましたと。ほら、結構ね、赤い色素がつきました。これがね、厄介なんですよね。手につくとなかなか取れないんです。この殻もね、油とかに香りをつけて、エビ油とか作れますからね。いい匂いがする。で、赤エビなんですけど、この状態ではまだ食べられません。赤エビは背わたがとっても強いエビです。なので背わたを取る必要があります。で、背わたを取る前に、こちら一度氷水で軽く洗います。このまま食べると、ちょっと表面にアクが残ってますんで、甲殻類に弱い人とかだと、ちょっと喉がイガイガしちゃったりします。なので、軽く洗い流します。で、氷水に少しお塩入れます。塩水氷を作って、その中で洗っていきます。で、揉み洗いですね。こうすると、綺麗になります。はい、そしたら、背わたを取っていきます。で、背わたっていうのは、読んで字のごとく、背中の方に入ってます。こっちがお腹ですね。で、背中の方に軽く包丁を入れます。浅くです。浅く入れると、ほら、こうやって黒い筋が出てきましたよね。これが、背わたです。この中には、このエビが食べた食べかすがいっぱい入ってます。綺麗なものではないです。これでジャリジャリするんですよね。くせえし。これは取ってください。必ずこれ取らないと刺身では食べられません。これが口の中に入るとものすごく不快です。この TikTok とか YouTube ショートとかでこうエビをガムって食べる動画とか上げてる人いるじゃないですか。あれに憧れて剥いたままのものをガブッと食べるとこれえらいことになります。必ずこの背わたは取ってください。で、もう一つの取り方がこの背中に爪楊枝とかこういう金串を刺してこうやって背わたを取るやり方ですね。僕ね、この取り方結構好きで、こうするとなんか切れ込みが入っちゃうんですよね。あんま好きなんですよね、これ。僕はこうやって爪楊枝でピュッとやって取るやり方、これが好きですね。で、途中で切れちゃったら、またここからスタートして取るって感じ。出返しも早いですしね。確実に目で見て取るんだったら割った方がいいですけどね。ここはお好みでやってもらえればいいかなと思います。で、こうやってね、背わた入ってないのもいます。綿自体はあるんですけど、背わたの中にゴミが入ってないやつ。なんで一概に絶対に背わたが入っているってわけではございません。これすごい入ってる。はい、このように剥き終わりましたと。そしたらアワビも刺身にしときますか。で、このぐらいのアワビだったら専用の器具なくてもこのスプーンとかで簡単に剥けます。ここ穴が開いてますよね。穴が開いてる方じゃない方、こっちです。穴のない方、こっち側からスプーンを入れます。で、真ん中あたりに貝柱がありますんで、その貝柱を外します。で、貝柱が外れました。で、外れたら、その反対側ですね、穴の開いてる方、こっちからブリッと取ります。そうすると身だけ取れます。そしたら貝の方に、これ、肝が残ってます。肝を外します。で、肝もね、穴の開いた方ですね。こっち側から取ると、破れずに綺麗に取れます。
逆からやると潰れやすいんですけどね。はい、ここで簡単に剥き終わります。肝はお鍋に入れましょう。そしたら柱を外して平らにして、ここですね、この赤いやつ、これが唾液腺なのでこれ取っちゃいます。唾液腺というかくちばしですかね。このくちばしを使ってアワビは岩についてる海藻を食べます。そしたら切れ込みをこうちょっと入れて、で切っていきます。アワビの一番美味しいところって皆さん知ってますか？それはですね、このくちばしのとこです。お刺身も焼きアワビとかも、ここのくちばしのところが僕はね一番柔らかくて美味しいと思う。ここはね取り合いですね、いつも。はい、切れました。そしたら崩さないように包丁に乗せて、で貝殻に戻します。で貝柱はこうスライスしてってもいいんですけど、ちょっとおしゃれにするとこういう風に切れ込みを入れていきます。こういう風に入りました、切れ込みが。そしたらその間にもう一本切れ込みを入れていきます。で開くとこんな感じ、すごくおしゃれですね。こういくと、でこれでアワビのお刺身の完成。そしたらサーモンとかこっちの処理をしていきましょうか。いや本当にこの美味しいところだけっていうのは助かりますね。じゃあまずはこのお腹の方ですね。お腹の方で一柵取ります。これサーモンのトロですね、トロサーモンで、この背中の方ですね、ここはちょっと大きいのでこう切ってもいいんですけど、刺身で切った時にちょっと厚さが出過ぎちゃいますんで、少し包丁を寝かしてこういう風に落とします。こうして落とした方がこう刺身に切った時に切りやすいです。こういう風に三角になった状態ですね。この形が一番刺身で切りやすい。骨はどうなんだ？あ、骨がねすげえ抜かれてる。骨ないですね。これはねありがたいですね。なんでここでもう一本斜めにスーッと入れます。わ、これは処理がしっかりされてますわ。こんな感じに柵取りできました。もうこの状態になってればあとは切るだけなんで、すごく使いやすいですね。次、タコですね。丸ごと1匹。まず頭を落とします。頭はね酢の物とかにするのがおすすめ。きゅうりとわかめとタコの頭ぶつ切りにして三杯酢で和えるととっても美味しいです。今の時期タコたくさん買っちゃってもおでんとかにするとすごくいい出汁出ますし、柔らかくなって美味しいのでね、お刺身だけじゃなくていろんな料理に活用できますよね。はい、タコの仕込みの完成ですね。でお次はホタテと生牡蠣ですね。ここら辺も少し処理をしていきます。ホタテもね軽く洗っていきます。でこういうところに貝殻とかついてる場合ありますんで、こういうのは取り除きます。氷水にお塩で少しだけ日本酒も入れます。でその中で洗っていきます。で真水で洗っちゃうとブヨブヨになるし、ホタテの旨味抜けちゃいますんでね、お塩とか日本酒入れると表面の雑味だけしっかり取れますんでね。あとはざるに移して、でこれすげえ大事なんですけど、ここで水気取ることがすごく大事なんです。ちょっと1個味見。うめえ。臭みない。そしたら生牡蠣ですね。僕はこのパックの生牡蠣めちゃくちゃ食べます。僕はいつもどういう風に処理してるかというと、まずざるに開けます。でここにもうお塩たっぷりかけます。ざーっとこのぐらい。そしたらフリ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 ーとします。そうするとこうやってぬめりがねたくさん出てきます。ほら、このぬめりは取った方が美味しいです。いくら生食用とはいえどもこのひと手間はやった方が美味しい。チューブとか水の中に入ってる生食用の牡蠣は、まあ、そこまでやんなくてもいいかもしれないんですけど、こういう剥き落としの水の入ってないタイプの生食用の牡蠣は僕はねこれやった方が気持ちがいいですね。もう結構ほらこんだけ出ますからね、ぬめりが。これやるとすごく食べやすくなりますよ。はい、である程度白くなったらしっかりと流す。これ大事です。しっかりと流すこと。塩あんだけかけたんで、その塩洗い流さないとしょっぱいです。ほらもうピッカピカ綺麗になりましたよね。大根おろしとか片栗粉でもできるんですけど、一番お手軽なのは塩ですね。もうザルに入れて塩かけて振るだけ。もうこれだったら簡単にできますからね。もう僕はこのやり方が一番おすすめです。これ鍋にもちょっと入れましょうか。よし、これで全部の海鮮の仕込みが終わりましたので、こちら盛り付けていきましょうか。今日のお皿がこちら。船です。船盛りでいきますね。そしたら刺身切っていきましょう。船盛りにざーっと盛り付けていきます。まずはつまを引いていきます。
今日は簡単にパパパーっと盛り付けていきますね。まずはサーモン大葉を敷いていきます。はい、そしたら切っていきます。できるだけ厚さを均等に、そして角をしっかり立てて切っていきます。刺身っていうのは角が命ですからね。角が立ってると刺身はすごく美味しそうに見えます。今日ネタの種類がサーモン、ホタテ、タコ、エビ、アワビ、イクラだけなんでちょっと単調になっちゃいますけどね、どうしてもほんとサーモンがメインって感じですね。次ホタテいきますか。ホタテもやっぱしっかり処理してあるんで、なんかね、持った感じが全然違います。もっちもちですね。やっぱあの一手間が大事ですね。こうやって開きでいきます。開いてこんな感じですね。ホタテはここに行きますか。そしたらお次はエビちゃん。でここをこうやって詰めていく。でこれちょっとみっともないとこは大葉で隠すと。この大葉はこの3割が出てると美しいって聞いたことある。なんでこういう隙間あるじゃないですか。そこを大葉で隠すって感じですね。でお次はサーモンですね。でこの刺し盛りはちょっとネタが隠れちゃうじゃんぐらいモリモリに作った方がボリューム感が出て立派に見えます。ちょっとそれ盛りすぎじゃないぐらいでいいんですよ。ネタの品目が少ないんでね、難しいですけどね。エビちゃんでホタテここに行きましょうか。で詰める。でタコですね。タコ切りましょうか。タコはこうやってギザ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 と切るとこういう風になります。これやるとね、とっても醤油のりもいいですし、口当たりも良くなりますんでね、こういう感じです。ちょっと最初コツいるんですけど、もう慣れればね、簡単です。こんな感じで切っていきます。さあ、残りもこんな感じでどんどん盛り付けていきます。はい、これでコストコで買ってきた海鮮で作ったお刺身盛りの完成。そしたらカニのこの生ズワイちょっとテイスティングしてみましょうか。生でおお、よいしょ。さあ大ズワイガニ味わいカニいただきます。うわ、これ美味しい。これはね刺身でうまいわ。あ、ちょっといい。ピロ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 。これ刺身でいいかも。そしたらお鍋作っていきます。今日はお出汁はこれカツオと煮干しと椎茸、これちょうど戻しといたんでこれ使っていきます。たまにはね一から作ります。お出汁を入れます。
これ贅沢なお出汁ですよ。一度火にかけます。お野菜はこんな感じ。今日カニがメインなんでそこまでたくさんお野菜は入れません。まずこちら柳松茸ですね。これね、なんか珍しいキノコなんですけどうまいんですよね。松茸みたいな香りが確かにするんですよ。でこれ椎茸ですね。椎茸これ僕取ってきました。詳しくはセカちゃんにおそらくアップロードされてると思います。はい、沸騰直前になりましたんで昆布とか取り出します。はい、そしたら鍋に戻してここに日本酒でお醤油をちょびっと。はい、これでいいスープができました。ちょっと味見。おー、うまい。やっぱ椎茸が入るとまたガラッと顔が変わりますね。そしたらここに銅の実ですね。ここにカニの出汁が入ったらまあそりゃうまいでしょう。銅の実4つ1匹分ですね。でそこに白菜、ネギ、椎茸、柳松茸でカニをドカドカと入れていきます。もう入らねえや。タラバはね火が入ってますんでもうこのままでいいです。でカニ爪をこれでもかと入れていきます。うわ贅沢なカニ鍋だな。そしたらそこに少し牡蠣も入れましょうか。あんまり入れすぎるとね牡蠣が全面に出すぎちゃうんで少しだけにしときますね。牡蠣の旨味も少し入れます。そしたらここにパンガシウス、これも入れます。こいつは本来ねフライとかにするとすごく美味しいんですけどお鍋もどうなんだろう、まあ、物は試しで入れましょう。よし、これでお鍋の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。めっちゃ豪華なのできたわ。これだけ作ってもまだめちゃくちゃ素材余りました。だから大人数でパーティーする時とかはいいと思いますよ。年末年始とかお盆とか、あとゴールデンウィークのバーベキューとかね、最高だと思います。尺が長くなりすぎるんでこれ焼くところはカットしましたけど、みりん干しと鮭も綺麗に焼けました。美味しそうですよ。めちゃくちゃ匂いがいい。お鍋もアワビ入れ忘れてたんでアワビも入れました。アワビが入るとすごくやっぱ豪華になりますね。美味しそう。牡蠣はざるごといきます。こちらが船盛りですよ。ドドーンといい感じですね。でも刺身の食材これ限られてる場合は同じものを固めておかないっていうのがポイントで、サーモンもこうやってずらしてますよね。エビもこうやってずらしたりホタテもずらしたり、そうしてあげるととっても綺麗に見えます。これねちょっとテクニックです。よし、食べていきますか。果物はデザートなんで後ですね。じゃあまずは牡蠣からいきますか。プリップリの生牡蠣、広島産、美味しそうですね。ポン酢につけていただきます。うまっ、この牡蠣。あー、いい。これはたまらんわ。うまっ。どんどんいける。さっぱり系。やっぱ広島の牡蠣うまいね。日本の宝大好き。じゃあ次こちらサバですね。いただきます。味付けがどうだ。まっ、めっちゃうまい。甘めで美味しいわ。これいいみりん使ってるわ。すっげえ美味しい。油もあって最高。うまい。1枚200円納得ですね。会員価格って考えてもまあいいんじゃないかな。朝ごはんに食べたら最高ですね。これ毎朝食べよう。でこちら鮭の切り身どうでしょう。すごく柔らかい。これうまそうだな。いただきます。うまい。甘め。そんなに
しょっ辛いって感じじゃないですね。これ単品でも全然平気。程よい塩加減で美味しいですね。で、1匹分入ってましたね。下にもガーッと入ってましたんで、これはね、ありかもね。脂も乗ってて美味しい。じゃあ次はお刺身いきますね。僕はこの赤エビが早く食べたかったんです。これ、醤油につけていただきます。まっ。本当にこの赤エビっていうエビはね、美味しいですよね。ボタンエビとか車エビよりはるかに安いですし、背わたを取る手間があるんですけど、手間かけたらめちゃくちゃうまい。うまっ。これ目つぶって食べさせられたらボタンエビかわからんっていう人多いと思いますよ。めちゃくちゃ美味しい。次ですね、こちらコストコサーモンいきましょう。うまそうですね。いただきます。うまい。美味しいな。サーモンは生がうまいね。養殖のアトランティックサーモンなんで、これといってコストコだからうまいっていうわけではないですけど、もちろん鮮度はいいですね。美味しい。次アワビいきましょうか。ここいきますか。いただきます。美味しい。養殖のアワビっていう味ですね。これもこれといってコストコだからっていうわけではありませんね。次タコ。タコはわさびをたっぷりつけてわさび醤油でいきたい。いただきます。うまいね。で、僕地ダコを食べ慣れてるんで、蒸しダコはこんなもんかなと。次ホタテいきましょう。ホタテとイクラ挟んで、これでいくのが好きなんです。これでいただきます。おいしい。あとはここですよね。イクラどんな味付けだろう。結構尖った味付けなのかな。ちょっと今ホタテと一緒に食べた感じは割と出汁が強めだぞ。いただきます。味強いなこれ。僕もうちょっと味が薄い方がタイプですね。かつおだしが強いですね。すごく甘めの味付けになってます。ご飯の上とかに乗せるんだったらもう最高に美味しいと思いますね。今日買ってないんですけど、コストコは明太子めっちゃうまいですよ。セカちゃんにも動画上がってますんで、もしよかったらご覧になってください。さあ次鍋ですね。まずはこのスープからいただきます。ちょっとうますぎるなこれ。まっ。いや、やっぱね、カニ鍋って最高です。このカニの胴のみから味がめちゃくちゃ出てるわ。美味しい。次アワビいきましょう。こちらアワビいただきます。うまいね。ちょっと硬いね、やっぱね。アワビは鍋に入れると。ハマグリとかの方がやっぱいいかも。いや、見た目はすごくいいですよね。アワビはやっぱどっちかというとチゲ鍋とかそっちに入れた方が好きかな。次油ガニちゃんいただきます。うまっ。ボリューミーだね。身もパンパンに詰まってますね。こうやってハーフポーションになってますんで、焼きガニにもできますね。次ズワイ。ズワイはどうだ。いただきます。うまっ。ズワイガニ美味しいわ。安いズワイガニだとちょっと薬品臭かったりするじゃないですか。この薬品臭さとか一切ないですね。爪もこうやって切れ込みが入ってます。簡単にこう取れますね。いただきます。うまっ。これカニ爪だけでこんだけ売ってますけど、この身とかどこ行っとるんでしょうね。他の足はどうやって売ってるんでしょうね。これ締めの雑炊最高ですよ。いやー、たまりませんね。はい、ということで今日はこちらのコストコで買ってきた魚介で作ったフルコースときましたらお飲み物こちらでいきたいと思います。せーの、でん、ギーノのやつ。今日は休館日につきノンアルコールでいかせていただきます。休館日は大事です。はい、こちら7対3ですね。いただきます。うめえ。コストコまた行こう。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日はコストコで買ってきた魚介を使っていろんな料理作って食べてみましたけども、コストコはねやっぱ楽しいですね。ほんでついつい買いすぎちゃいますね。ほんでこのパインめちゃくちゃうまいです。パインやばい。
でザクロもすげえ大きいんですよ。こんなザクロなかなか売ってないんですよ。魚介もいいし、フルーツもすごくレベルが高い、そういう印象ですね。肉はちょっとわかんないんですけどね、でも牛タンすごく美味しかったですね。また行きたいですね。クレジットカードがマスターカードしか使えなかったのかな。でお会計の時にちょっと現金が足りなくて、どうしようと思ってたら、もうお会計の横のところに ATM があるんですね。あれはすっげえ助かりましたね。ちょっとね、コストコは店内の撮影許可っていうのがほぼ下りないです、あれはって言われてますね。ちょっと店内は映せないですけどね、またコストコで面白い商品ありましたらやっていきたいと思います。はい、というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。